ゆっくり、レ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ボルト新キャラ、エイダがヤバいので解説します。前回の動画後半で、エイダ初登場シーンの全コマ振り返り。さらにその次の動画で、初登場シーンの解説から、深い考察まで行いました。これらを見なくても、わかるように解説しますので、安心してください。ただ後で、考察の答え合わせをしますので、気になったら見てみてください。まず、はじめに、エイダは、普通の人間ではありません。文明を超越した天才科学者、アマドによって改造された、人造人間です。ボルトでは、忍び、科学、大筒木、三つのしのぎ合いが見られます。ボルトには、大筒木の力、カーマを使う、次元という強キャラがいますが、エイダは彼を、はるかに超える実力があることが、判明しています。では、その実力を見ていきます。千里眼。エイダは、体術、忍術のような、直殴りの攻撃以外の、道術等、かなり変則的なのを使います。道術の使用は、前回の考察で当てることができました。それでは、解説します。千里眼。エイダが使用する道術です。エイダは能力をこう話します。例えば、世界中、ありとあらゆる場所に、監視カメラがあるとして、そんなの一日中見てられる？つまり、要約しますと、世界中、ありとあらゆる場所を、千里眼を通して、見張ることが可能。ということです。エイダ自身、まさに、世界すべてにつながる、監視カメラなのです。これには岸本もチート認定です。また、過去の場面も見ることが可能です。本人の、生まれた年月まで、という縛り付きです。また、千里眼は、科学の力ではなく、開眼した目だと考えています。理由は後から話しますので、次に、エイダの、さらなる能力を見ていきます。その能力は、他者を、自分の、虜にさせる、という能力です。説明していきます。彼女に、好きという感情を、自動で奪われる能力になります。実際に、仲間の行動の心を掴んでいます。ただし、好きということは認めているものの、エイダの全てを肯定したり、盲目的になっているわけではなく、あくまで、自我を自然に保ちながら、ただ、好きという、純粋な感情だけがある、状態になっています。相手を、好きにはさせるものの、拘束力はそこまで高くはなさそうだ。また、女性も、この能力の対象です。そして、肉親、大筒木は、この能力で、好きにならないらしい。能力の細かい拘束力、効果範囲等は、気になるところです。また、この虜にさせる術は、千里眼と違い、後から、アマドに改造されたものだと、原作の文脈で考えます。エイダは、先ほども言った通り、次元という強キャラを、はるかに超える実力があることが、わかっています。
反大筒木である次元をはるかに超えるということは、エーダ自身、まだまだ秘めたる力があることが考えられますね。ではここから、エーダ、羽村の末裔について見ていきましょう。羽村は、陸道仙人の弟です。エーダ、羽村の子孫説の核心。それは、ナルト映画、ザラストのある場面に、すべてが詰まっているからです。ザラストでは、羽村の子孫たちが、本家と分家に分かれ、争いを行っていました。また、ザラストでは、分家の生き残りである、トネリが、話の中心人物でした。ここで、トネリの開眼した、天星眼を見てみます。これは、羽村本家の家紋のマークと、デザインが酷似しています。次に、エーダの千里眼を見てみます。これは羽村分家の、家紋のマークと、デザインが酷似しています。お互いが対をなしていることが、わかると思います。トネリは、分家の生き残りなのに、本家の家紋の目をしています。エーダは、分家の家紋の目をしていますが、本家の生き残りなのでしょう。工作していますね。この工作にも、意味があるのではと考えています。エーダの、好きにさせる能力の性質上、エーダは、普通の恋愛ができないことを明かしています。エーダの、虜にさせる能力は、自動で発動されますからね。ただ、大筒木に関しては、好きにさせる能力で、勝手に好きになることがないので、普通の恋愛をすることができます。そう。大筒木とネリは、大筒木です。エーダは、トネリと、普通の恋愛をすることができます。恋によって、互いの心が、交錯していくことを、表しているなんて考えると、面白いですね。前回の動画時点で、羽村の子孫説は考察していましたが、今回、エーダの目が明らかになったことや、トネリと、恋の可能性、などの判明で、より考察が確信できました。エーダのヤバさ解説から子孫説の考察まで、今回の動画は以上です。エーダよ。お前は今後、どんな姿を、我々に見せてくれるのだ。